皆さんこんにちは、こたつマニア、です。9月14日は、グリーンデー、です。おめでとう、すべての、グリーンマニア。さて今回は、何かと応援したがりのグリーンのサボテンちゃんです。それでは、体になる球体を引き伸ばします。まず、シェルマスクを使って範囲指定します。上部ツールバーから、ブラーをドラッグして最大値。マスクの境界線をぼかします。マスク以外の部分を編集できますので、オブジェクト以外の背景をタップして、マスクを反転させました。ギズモを使って、下へ引き伸ばします。ついでに少し小さくしたいので、左の回転軸をタップして、ギズモをアクティブ状態にします。ギズモの縦軸の矢印をドラッグして、オブジェクトの下へ引き下げました。位置が決まったら、再度、回転軸をタップして決定します。ギズモのオレンジ色のラインをドラッグして縮小します。形を決めたら、上部マスクの、すべてクリア、をタップ。腕のオブジェクトは、チューブツールで。いいえ。せっかくなので、体の部分をコピーします。同じように、シェルマスクとギズモで引き伸ばします。途中で曲げたいので、ギズモを移動させて、ブルーのラインをドラッグして回転させます。腕の付け根部分に回転軸を移動させます。右側にも同じものを配置します。まずシーンを開いて、クローンをタップ。上部、対象を開いて、ワールドを指定します。次に、オブジェクトを反転の X をタップします。これで左右別々に編集できる腕の完成です。分割ツールで体を3分割にします。エッジを滑らかにするためにスムーズを手動でドラッグするのも良いですが、しかしオブジェクト全体に適用したいときには上部操作を開いてスムーズを左右にドラッグします。少しだけボリュームをつけたいので、先ほどの操作を開いて膨張をドラッグします。あれ、変な模様ができましたね。左下矢印をタップ。編集をリセットして、膨張の下にある標準を右にドラッグして最大値にします。改めて、膨張をドラッグして指定します。さていかがでしょうか？他のオブジェクトも同じように。目や口はマスクで描きます。反転させて、ギズモで押し込みます。髪の毛はチューブツールを使います。丸みのあるフォルムにしたいので、まず、
髪の毛のチューブをリメッシュします。操作を開いて、膨張とスムーズを適用します。スムーズはイメージ通りになるまで何度も行いました。出来栄えはいかがでしょうか？次にスカートを作ります。マスクツールで一つのパーツを抽出します。上部、設定、マスクから高さやスムーズを指定。取り出すをタップして抽出します。最後に上部マスクのすべてクリアをタップ。回転軸をタップしてギズモを移動させます。この中心が体との接地部分となります。シーンを開いて追加をタップ。リピーターの曲線を選択します。ラインを水平に伸ばし、体を一周させます。オブジェクトを選択してギズモで回転。上部の数をドラッグしてオブジェクトを増やし、作業を進めます。しばし、こねこね。ポンポンを作ります。チューブツールを使用して、中心の球体側からラインを描き始めます。次に上部、プロファイルで編集します。編集で断面の厚みをなくします。上部、半径をタップ。それぞれの大きさを変えます。次に、ツイストをタップして編集。ピンク色のポイントをドラッグ。チューブにひねりを加えます。ギズモの中心をグリッドの中心まで移動します。シーンを呼び出して追加をタップ。リピーターの放射状を選択。上部、ラジアル Y をドラッグして数を増やします。お好みで。腕に配置して角度や大きさを編集します。シーンを開いて、放射状とチューブにチェック。上部、クローンをタップして複製します。角度や大きさを編集、クローンで複製を続けます。最初のパターンからクローンを5回、それぞれ編集しました。さて、口の中を作ったり、全身にペイントを加えれば、そろそろ完成です。日本の猛暑を耐え抜いた皆様方へ。暑い夏も、もう少しの辛抱。フレー、フレー、ミー、なー。美味しい、季節は、目の前だー。お粗末様でした。